皆さんこんにちは、時丸です。限りなく透明に近い無職です。はい、ということで今日は、ワードローブ紹介ですね。冬服紹介していきたいと思います。久々に。はい、タイトルの通り、いつもながらね、ワンセットで暮らしています。はい。で、もうここに見えてるものが全てです。で、前回ね、多分ワードローブ紹介してるんですけど、多分春ぐらいだったかな、一番最近やってるの。で、その時からね、ラインナップ変わっていません。はい。持ってるものがそもそも変わっていません。で、新しい服を一切買っていません。で、毎日同じ服着ていて、なんかすごい幸せだなって、この間歩いていて思いましたね。なんか冬になって、やっぱこう寒くなってくると T シャツからこの1枚上に羽織ると。で、またもう少し寒くなってきたら、このジャケットを羽織るんですけど、そんな感じです。で、それでね、だからつまり、私は今持ってる服を、大体冬は全て着込んで、それで移動してるわけですけど、なので、全部服持ち歩いてるって感じになっちゃうんですよね。そもそも持ってないので。で、今日ちょっとそういう、どういうラインナップになってるのかっていうのを、一応改めて、紹介したいと思います。ただ、不安とか迷いもあるんで、ちょっとその辺もね、相談しつつ、皆さんに相談しつつでいきたいと思ってます。で、まず、このね、見えてるものすべてで、今こんな感じ。で、靴下まで履いちゃってます。で、なかなか、家ではなるべく靴下履かないようにしてるんですけど、裸足が好きなんで、裸足の男なんで、裸足が好きなんですけども、やっぱ寒くなってくるとね、フローリングなんでね、冷たくなってこう足からこう冷えてくるんで、もう靴下履いてます。はい。唯一持ってる靴下です、これも。で、一応ね、じゃあちょっと紹介していくと、下は、もう私これだけ。まず下からこのパンツ、大和道の5ポケットパンツです。はい。いつも紹介してるやつです。で、このインナーには、ヒアネスのドライウール T シャツですね。はい。これ同じもの2枚持ってるんですけど、それを着てます。で、その上に着てるのが、多分今年購入してるんですよ、これが。ヒアネスのフラッフィーウォールスウェット。フラッフィーウォールスウェット。発音がね、ポイントで。フラッフィーウォールスウェット。なんかふわふわしてるウールスウェットみたいな、直訳するとそんな感じなんですけど。これも、ほぼほぼウールです。98から99%ぐらいかな、確か。92%だから嘘ついてた。92% ですね。メインマテリアルは。92% ウールの8%がポリエステル。そんな感じ。だからほぼほぼウールの機能を、兼ね備えてるって感じですね。はい。で、このトップス唯一持ってるのが、こちらもね、ヒアネスの NU ジャケットです。で、これ、レインウェアですね。レインウェア。ちょっと着てみますね。こんな感じで、何の変哲もない普通の黒いジャケットです。で、よくこうやって、ネズミ男みたいな感じで、ネズミ男ですね、テーマは。私のファッションの基本テーマはネズミ男。で、こういう感じで、歩いてます、街を。だいぶ怪しいというか、雨降ってなくてもこうやって防寒してること多いですね。で、このフードはそんな、被んないんですけど、なんかね、いいんですよ、すごく。で、普通のね、こうペラペラのジャケットなんですけど、全然何の厚みもないような感じ。で、そもそもレインウェアなので、雨は 100% これで、こう防げます。なので、傘いらず。それがいいところです。で、あとね、やっぱりこれ1枚じゃそんな変わんないって思うかもしれないんですけど、結構ね、これ1枚あるだけで、そのウィンドシェル的な扱いになるので、さっきのスウェット1枚よりもやっぱりね、暖かくなります。だから、結構ね、外にね、抜けにくいんですよ。だから逆にその夏場とかは、これで中蒸れたりするんですけど、冬場はこれを1枚着るだけで、結構防寒性が上がるので、普通に出かけてね、散歩行く時なんかもね、こういう風に羽織って、
行ったりしてますね。そんな感じ。はい。なので、大体ね、もうこれで、冬は過ごしていると。で、靴は、これも皆さんに何度も紹介している、ビボですね。ビボベアフットのプライマストレイルニット。相変わらずこれ履いてます。というか、これしか持ってないので、ちょっと髪の毛ついてた。これしか持ってないんで、靴はこれだけで行ってますね。で、あとはルナサンダルね。ルナサンダル持ってるんですけど、もう最近ちょっと寒くなってきたね。でもやっぱりできるだけ、いつまでその裸足でいけるかっていうのを、僕毎年トライするんですけど、大体ね、12月中旬ぐらいまで裸足で頑張ってますね。で、昨日もランニングしてきたんですけど、相変わらず、ルナサンダル裸足で走ってます。で、ただちょっとこう長距離歩くときとか、なんかこう人と会うときなんかは、やっぱりこの靴履いて、ちゃんとビボベアフット履いて、活動している感じです。はい。で、山も基本的にもう山に行くときも大体もうこの感じですね。で、中にたまにちょっとこう、メリノフーディーとかを入れたりして、で、ハイクアップするときはそういう風な感じで行って、停滞の時は、中の、パタゴニアのパフなんか入れたりする時もあるんですけど、でもその辺の日帰りで行けるような低山とかはもうこれで、もうこのフラッフィーウールスウェットそのままで、入ってますね。結構ね、快適です。で、寒くなったら、これ上から羽織るみたいな。で、暑くなったらこのジャケット脱ぐみたいな感じで、そんな感じでやっていますね。で、はい。以上です。で、これだけで暮らしています。もう今年の冬は、特別に何か買い足すこともなく行こうかなと思ってますね。ただね、多分ね、これだと、寒くなるんですよ。当たり前ですけど。1月、2月の一番その厳冬期っていうのかな、街の厳冬期ですね、都市の。で、その時に、やっぱり寒くなるので、去年は、このチャンネル前から見てくださってる方はわかると思うんですけど、なんだろう。どこのブランドだったっけ？名前ちょっとど忘れしちゃいましたけど、厚手のね、ものをちょっと着てたんですよ。ダウンではないけども、ちょっとこう、コンバットエアーというか、コンバット中綿みたいなものを使った、ものを着てましたね。でもね、それも手放しちゃってるんで、今年は。で、今年、ちょっとどうしようかなと思っていて、で、このままだから、冬を乗り切れるのかっていうのが一つポイントで、で、パタゴニアのね、こう、パフはあるんですけど、で、結局そのミッドウェアっていうか、僕その登山のハイキングの着こなしっていうか、仕組みをそのまま使ってるので、ミッドウェアとしてのこれ機能なんですよね、フラッフィーは。で、この上に、パタゴニアのパフを重ねることもできるんですけど、で、そうなると、いわゆる中間着っていうか、ミッドウェアがだから2つになるんですよ。で、結構効果が薄れるってことももちろんあるんですけど、なんて言うんだろう。パフはね、それ1枚で完結するような感じのものなので、このスウェットの上に着ることになると、結構ごわつくんですよね。つまりアウターじゃないから、ミッドウェアで重ねると、ごわつくんですよ。で、僕のサイズが割とこう、ちゃんとタイトめのをミッドウェア用として買ってるっていうところもあるんですけど、それが今結構悩みで、だからこれ以上寒くなってきた時に、そのパタゴニアをね、入れることになるかなとは思うんですけど、でもこの上に来たところでっていう感じがするんですよね。だからやっぱりそうなってくると、去年入れてたような、ちょっとこう厚めのアウターというか、アウタージャケットみたいなものが必要になるかなとは、今のところ思ってます。でもね、ちょっとね、それなしで今年はちょっと行きたいなと思ってるんですけど、で、一つ私がよく採用しているアイデア、冬を快適にっていうか、少ない服でも暮らせるような、どういうふうな工夫をしているかというと、これ寒くなってくると、外に出た時なんですよ、基本的に。家の中ってのは大体、囲まれてるし、で、エアコンとか空調をつければ暖かくなりますよね。だからもう全然これで過ごせるんですけど、問題は外なんですよね。で、その外で、
寒い時。で、これでどうしても寒い時、どうするかというと、走ります。はい。こうやって、ちょっと走る。走って、自分の移動、目的地、今の場所から目的地まで走って移動するっていうことをよくやったりします。はい。これがちょっと、バカというか、エクストリームですよね。やっぱり、走って移動するっていう。で、この走るっていう技は結構僕よく使うんですけど、で、暑いね、夏の日にもこれ使うんですよ。で、夏はどういう時に走るかというと、蚊ですね、蚊。虫の、モスキートの方です。蚊から刺されないように走るんですよね。蚊というのは、やっぱりこう、露出していて、立ち止まっている時とか、停滞時にやってくるんですよね。だから、もう常にこう動いていれば、蚊から刺されることがないんですよ。だから、虫除けスプレーとかを僕使わないんですけど、ほとんど。でもその代わりもずっとこう常に動いているっていうことをやってます。で、その方法論を、この冬場にも持ち込むということをやっていて、で、寒い時はやっぱりこうやってみんなどうしても凍えてしまうんですけど、もう寒いからこそ走っていくっていうね、薄着でね、そういうことをやってます。これ多分一般の方からすると何やってんだこいつはと。もう普通にアウターというかジャケットもうちょっと厚着したらいいのにとか、よくね、言われてますね。はい、言われてますし、もう何年も、そういうことをやってるので、君ずっと薄着だねっていう、ずっと同じ服着てるねっていうふうに言われてるわけですけども、でもね、それがね、やっぱ楽しいんですよ。やっぱりこう、楽しい。本当に、しみじみと、太陽と埃の中で、こう歩いていると、やっぱこう、毎日同じ服を着ていることになんかすごくじわーっというね、こう幸せを感じるんですよね。これもう何とも表現しがたい。太陽と埃の中でっていうか、もうその、限りなく透明に近い、時丸田中っていうのか、ブルーっていうのか、ブラックっていうのか、なんかそういう、ちょっとね、表現しがたいことなんですよね、この幸せっていうのは。で、それ一つは、やっぱり、毎日選ばなくていいっていうのはやっぱり大きくて、こう、悩む暇がない。で、選択する暇もない。みたいな感じ。で、やっぱりこう、何着ようかなで、こう、いろいろ変えてね、毎日その気分が変わっていくっていうか、服によって、新しい自分とかを表現したりとか、で、場所によって、服を変えて気分を上げていくとか、その気持ちはものすごくわかるし、で、20代は僕もそういうふうにやってました。やっぱりこう、服によってこうなんか自分が前に進んでいるっていうか、こう楽しい気分になるっていうのは、だからすごく理解していて、で、もともと服好きだったっていうのもあるし、で、結構そのファッション系の業界でやっぱり働いていたので、やっぱりこう周りの人もおしゃれな人多かったし、で、服には結構敏感でね、僕もいろんな情報を手に入れたり、取り入れたりしていました。でもやっぱり最近はもうこの同じ服を着続けるっていうことが、毎日同じ玄米を食うみたいな、なんかそういうこう、しみじみとしたところにやっぱ変わってきていて、そっちの方が安定感とか、幸せとか、そして自分の日々のルーティーンのパフォーマンスみたいなもの、そういうところにつながっていると感じます。はい。だからそういうわけで、同じ服を着続けるっていうことがすごいね、幸せだなっていうことを日々感じています。なんか、いつまでこのスタイルで行くのかわからないし、で、自分がどうなっていくのかもわかりません。で、その過程を、このチャンネルで、お見せしてるわけですけども、もうね、結構ワードローブ紹介とかたくさんしてますね。で、去年も多分冬服一着で過ごすミニマリストみたいなタイトルの動画上げてたりとかするんですけど、やっぱりね、なんか、なんとなくね、買ったりしてるんですよ、結局ね。結局そのアップデートされたりとか、毎年スタイルは変わったりしてるんですけど、なんかね、今年はね、ちょっとまた違うフェーズに入っているというか、その服に関して、全くなんか新しいものを入れたいっていう気分じゃなくなってるんですよね。で、これがちょっと自分の中でどういうことなのかはわからない。ただのその停滞なのか、自分の思考の停止なのか、それとも今着ている服っていうのが自分にとってすごくフィットしていて、合っているのか、何が原因かわかんないんですけど、今年はね、なんか新しいものを入れたいとか、そういう気持ちがね、全然ないんですよね。買いたいとか。それは、わかんない。だから原因は。
自分自身がその情報をシャットアウトしているっていうのも一つあるのかもしれないですね。やっぱりこう、メールマガジンとかね、お店からいただく、ね、そのダイレクトメールとかだったりとか、あとはよくその SNS とか見てると、広告流れてきて、新商品が出ましたよとかっていうのが出たりとか、で、あとは他のこう YouTuber さんとか、ね、いろんなこうインフルエンサーの方とか見てると、今年はこの服で行きますとか、新しい新作買いましたとかあるじゃないですか。だからそういうのも僕ほとんど見ないので、だから、毎日、自分のルーティンをこなしながらっていうか、そこでこう読み書きして、で、たまに旅に出てっていう感じなので、そういう感じです。だからそこの刺激が一つ少ないっていうのはあるのかもしれません。で、あとは何度も話しているように、その生活、その山と都市の生活をマンジするっていうことをやってるので、基本的にもう、このラインナップで、そのまま旅に出られるっていう感じですね。で、結構最近は東京の中を転々としていたりとか、あとこの間長野の方行ったりとか、で、今度また南の方ね、行ったりとかするんですけど、だからそういうふうに移動にも役立つようなラインナップになっているっていうところも、自分のちょっとワードローブの特徴かもしれません。で、やっぱ寒いのが嫌なんですよ、基本的に。寒いのが苦手で、それは僕がその九州の生まれだってことも少しは関係しているかもしれないですけど、ただ単純に体質とか性質の問題かもしれません。でちょっと寒いのが嫌なんで、来年ね、ちょっと久々に海外、セブ島のチケット取っちゃいました。はい。で、年明けなんですけど、ちょっとね、セブに、パリピストになりに、ミニマリストがパリピストになるみたいな、ちょっとそういう感じで行こうかなと思います。ちょっとあったかいところ行きたいなと思ってね。だから服にお金をかけるよりも、チケット代、にお金かけるみたいな、旅のチケット代に旅費に使うみたいなね。なんかそういう感じになってますね。はい。ということで、今日は、簡単、めちゃくちゃ時間かかんなそうだけど、ちょっとね、余計なこと喋りすぎてるんで、もう、ワードローブ紹介もシンプルです。はい。この1、2、T シャツ2、で、3、パンツ3、で、4、で、靴5、で、ソックス合わせて6。で、ソックスは、いつものダーンタフのランモデルです。はい。ソックスも変わらず。これ1枚で。昔同じもの2枚使ってたんですけど、色違いというか、白のね。で、最近、ワンセットにしましたね。これも、だから靴下、ワンセット減らしてます。はい。はい。そういうふうな、選択の困難性と戦いながら、今年の冬もワンセットでやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。深掘り記事はレターで書いてますので概要欄よりチェックしてみてください。また次回の放送で風邪ひきませんように。チャオチャオ。